チャートを読もうとすると難しく感じませんか？相場は複雑に動いているので、結局どっちに動くのなんて混乱することが多いですよね。そんな時は簡単な場所からシンプルに読み解いていくのがポイントです。そこで今回はその具体的な方法をお伝えします。この動画を最後まで見れば、チャートを読み解くコツがわかるはずです。複雑な場所で大衆心理を考えなくていい。大衆心理を考えているけど、なかなかうまくいかない場合、動きが複雑になるような場所で頑張って考えていることが多いです。例えば、このようなチャートで大衆心理を読もうとしています。このチャートを見ると、レンジ状態ですよね。このような場所は、買いと売りがどっちつかずの状態なので、大衆心理を考えるにも、いろんな考え方ができます。例えば、このチャートを左側から見ていくと、まず、上昇トレンドになっています。つまり、買いたい人の方が多い状態なので、上昇する可能性の方が高いです。そして、大きく上昇した後に、強く下がってきていますよね。これだと上昇トレンドではあるのですが、下落の勢いが強いので、買いたい人からすると、ちょっと下落の勢いが強いな。まだ下がるかもしれないから、一旦買わずに待とう、と構えてくるので、買いが入りづらい状態です。さらに、逆張りで売っている人たちもいて、この人たちも、本来は利食いのポイントだけど、下落の勢いが強いな。まだ下がるかもしれないから、利食いせずに様子を見てみよう、と考えてくるので、売りの決済もそこまで多くは出ません。この2つの思惑によって、上昇する力が出ずに、高値を更新するような動きはしないだろうと考えることができます。実際の動きを見ても、上昇はしているけど、いまいちは割り切らずに揉み合っていますよね。しかもよく見てみると、高値を切り下げています。これは、上昇トレンドなので、買いが入っているのですが、なかなか上がりきらないことで、買いの力が弱いのかな、という心理が働いて、買っている人たちが決済をしている証拠です。さらに、買いを狙っていた人たちも、この動きを見ることで、上昇する力が弱そうだから、今はエントリーを控えよう、と判断して買ってきません。この状態になると、逆張りで売りを狙っている人たちも参戦してきます。この人たちは、なかなか上がりきらない状況を見て、買いの力が弱っているな。ここから下がりそうだから売ってみるか。こんな風に考えて売りを入れてきます。よってこのあたりでは、買っている人の決済、買いたい人の様子見、新規の逆張り売り、これら3つの行動によって上昇する理由がなくなるので、下落していくのです。こうなると今度は、押し安値を下へ抜けているので、トレンドの転換が起きます。この動きで、多くの相場参加者の目線が売りへ変わり出しました。ここから次に起こる可能性が高い動きとしては、押し安値までレートが戻ってきてから、そこで戻り売りが入って下がることです。しかし、実際のチャートを見てみると、押し安値を少し超えて戻ってきてから、一旦下がっているのですが、安値の更新に失敗しています。この動きによって、トレンドの転換を狙って売っていた人たちが、下がらないの？じゃあ逃げないとやばいと判断して損切りをしてきます。また、安値を更新しない動きを見て、まだ完全にはトレンドの転換はしていなそうだな。じゃあ上がる可能性が高いから買おうといった感じで考えた人たちが買いを入れてきます。この2つの行動によって、今度はレートが上昇していきます。そうなると今度は、高値を更新していく動きが出るはずなのですが、直近の最高値まで届かずにダブルトップを作っていますよね。この形を見て、買っていた人たちが高値を更新すると思ったのにしない。ということは、買いの力が弱ってるかも、と考えるので、決済をしてきます。また、ダブルトップを見ることで、高値を更新する力がなさそうだ。じゃあ、ここから下がるかも、と考えて、売ってくる人たちも出てきます。この2つの行動が、今度はレートを下げる力になって、下落していきます。しかし、レートが下がってくると、今度は押し目買いが入って上昇しています。この理由としては、まず直近の上昇の流れが少し強い状態です。よって、この上昇の流れを見て、ここから押し目買いが入って上がるだろうな、と判断した人の方が多かったので、買いが入ってきます。しかもよく見てみると、逆三尊のチャートパターンが出ています。
これを重要視したトレーダーたちが、さらにここで買いを入れてきます。これらの行動によって上昇し始めると、逆張りで売っていた人たちも、押し目買いが入ってきたことに気づいて、決済をしてきます。つまりこの位置では、押し目買いが入って、逆張り売りの決済が出ることで上昇していったのです。そして今現在の位置では、ここからさらに上がっていくのか？それとも直近の高値に抑えられて、また下がっていくのか？といった状況になっています。こんな感じで、レンジであっても、チャートの左側から順序立てて動きを見ていけば、大衆心理を読み解くことができます。ただし、買いと売りの思惑が目まぐるしく変わるので、慣れていない状態だと、シンプルに考えることができずに、混乱する可能性が高くなります。しかも、このような複雑な場所で無理に大衆心理を構えると、頑張って考えた予想が外れやすくなります。このことが起きると、自分の意識の中に失敗体験が積み重なり、大衆心理を読むのは難しいという意識づけがされて、挫折しやすくなります。だから、大衆心理を考える訓練をするにしても、今回の場面のような複雑な場所では、無理に考えなくて大丈夫です。まずは分かりやすい場所から考えていきましょう。大衆心理をうまく考えられるようになるには、サポートラインやレジスタンスラインといった大衆心理に偏りが出る場所でまずは考えていった方がいいです。例えば、このチャート画像では赤ラインのようにレジスタンスラインが引けます。そのため、黄色丸の場所での大衆心理を考えてみてください。黄色丸の場所では、どのような大衆心理が働いて下落していると思いますか？変に考え込む必要はなく、シンプルに考えるだけで OK です。まず、今回のチャート画像では、下落トレンドになっていますよね。ということは、買いたい人よりも売りたい人の方が多い状態です。そのような状態で赤のレジスタンスラインに来たら働く心理が2つあるのですが、それは何だかわかりますか？複雑に考える必要はないので、シンプルに考えてみてください。では早速、その答えですが、新規の戻り売り、逆張り買いの利食いという2つになります。まず、新規の戻り売りですが、下落トレンドということは、売りたい人の方が多い状態です。つまり、下落トレンドで売りチャンスなのに、まだ売りポジションを持てていない人たちが多くいて、戻ってきたら売りたいと考えています。そうなると、どこで売ってくるのかということになるのですが、それが赤ラインになります。なぜなら、今回の場面では、赤ラインの場所をよく見ると、一旦売りが入って下落をしています。ということは、この場所は相場参加者に意識されている証拠です。そうなると、売りを狙っている人たちは、もう一回ここまでレートが戻ってきたら、反応する可能性が高いだろうな、という考えを持っています。そのため、この位置までレートが戻ってきたら、売りでエントリーをしてくるのです。そして次に、逆張り買いの利食いですが、まず逆張りで買ってくる人たちは、目立ったサポートラインや切り板など、相場参加者に意識されるような場所で買いを入れていきます。今回の最安値の場所を確認してみたところ、切り板になっていました。さらに、切り板で反発した後に逆三尊の形を作っています。このチャートパターンが出ることで、ここから反発するかも、と思った人たちが買いで参入してきます。また、上の方から売っていて、含み益になっている人たちも、このチャートパターンを見ることで、もうそろそろ反転するかも、と感じて、利食いをし始めます。よって、逆張り買いと売っている人たちの決済によって、レートが上昇していきます。ただ、逆張りで買ってきた人たちも、下落トレンドなのは把握していて、大きな利益が期待できないのを知っています。そのため、ある程度利益が乗ったら利食いをするか、と考えています。そして、その利食いの目安になる場所が、一度反応した形跡がある赤ラインになります。なぜなら、戻り売りを狙っている人たちと同様に、赤ラインの位置から下がってきているのを認識しているので、その位置で反応してもう一度下がってくる可能性が高いと考えているからです。よって、赤ラインまでレートが到達すると、そこで利食いをしてくるのです。この時に、買いの利食いは反対売買によって売りとなります。そのため、赤ラインでは新規の戻り売り、逆張り買いの利食い、この2つのアクションが起きて、ダブルの売りパワーとなることで、
レートが下落していくのです。どうでしたでしょうか？トレンドが出ている時の方が、レンジの時に比べて、大衆心理の考え方がシンプルだったと思います。このように、トレンドが出ている最中のレジスタンスなど、ポジションに偏りが出やすい場所で大衆心理を読んでいくと、シンプルに考えることができるので、最初はおすすめです。そして、わかりやすい場所でシンプルに考えることができるようになったら、レンジ相場などで大衆心理を考えていくと、相場の読み方が洗練されていきます。自分がトレードをする箇所だけ考えるのでも OK。大衆心理を読むことに慣れていない場合、自分がトレードをする箇所だけ大衆心理を考えるのでも OK です。特に自分のトレード記録を大衆心理を考えながら見返していくと、トレード精度のアップに直結するのでおすすめです。例えば、あなたがこのチャート画像の黄色丸で買いエントリーをして、青色ラインで損切りになったとしましょう。この時になぜ損切りになったのかを大衆心理の観点から考えてみるのです。まず、今回の場面であれば、全体の流れは上昇トレンドになっています。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多いので、買いを狙った方が勝率が高くなります。ということは、買いエントリーをしたあなたの環境認識は正しい証拠です。次に、買った場所ですが、この位置を見てみると、サポートラインが引ける場所です。しかも、この位置というのは、押し安値でもあります。そのため、ここから反発をしても、全然おかしくない場所になります。つまり、あなたが買った場所から上昇する可能性は大いにあるので、エントリー位置も特に問題ないことがわかります。そうなると、最後に確認する場所が、買ったポイントまでの戻り方です。この時の戻り方をよく見てみると、押し目買いポイントに来るまでに、高値と安値を切り下げて、下落トレンドを作っています。下落トレンドを作って戻ってくると、買いが入りそうな場所であっても、買いたいと考えていた人たちは、短期で下落トレンドを作っているな。このまま下がるかもしれないから、一旦買うのはやめよう、といった感じで考えてくるので、あまり買いが入ってきません。また、逆張りで売っている人たちも、短期で下落トレンドを作っているからまだ下がるかもしれない。ここは利食いせずに少し様子見をしよう、と判断して、売りポジションの決済をあまりしてきません。この2つの心理が働くことで、押し目買いポイントであっても、反発する可能性が低くなります。仮に反発をしたとしても、限定的で、短期の下落トレンドを見て、売ってくる人の方が多くなる傾向があります。このことを考えると、赤ラインで買って損切りになった主な理由は、押し目買いのポイントに来るまでの動きを少し読み違えたせいだというのはわかりますよね。そのため、もし買いでエントリーをするなら、赤ラインの場所で少し揉み合って、下へ行けない合図が出てからの方が勝てる確率が上がります。なぜなら、赤ラインの場所で揉み合うということは、その場所が強く意識されていて、買いが入ってきている証拠だからです。この動きが出ると、逆張りで売っている人たちも、赤ラインが意識されているな。じゃあ逃げないと危ないかも、と判断して決済をしてきます。そうなると今度は、新規の買いが入ってくる上に、逆張り売りの決済が出るので、上昇しやすくなります。このような感じで、自分のトレードに対して大衆心理を考えていくと、大衆心理の読み方がアップする。自分のトレード精度も上がる。という、一石二鳥の効果があります。私も負けたトレード記録を見返すときは、必ず大衆心理を考えながら何が悪かったのかを把握しています。だから、まずは自分がトレードをする箇所を中心に、大衆心理を考える訓練をするのもありです。ちなみに、今回の場面でお伝えした押し目の戻り方については、この動画でより詳しく解説しているので、よければチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。調達すると、大口投資家が狙いそうな場所もわかる。大衆心理を読むことが上達してくると、大口投資家が狙ってきそうな場所もなんとなくわかってきます。上達してレベルが上がると、ここでストップ狩りの可能性があるかも、ここで騙しが入ってくるかも、みたいになんとなく感じ取れる場面が出てきます。そうなると、仮に騙しにあって損切りになったとしても、入り直しができるようになって、損失以上の利益を取り返すことも可能です。しかし、ここに来るまでは、かなりの訓練と経験を積み上げる必要があります。ですから、
まずはわかりやすいところから大衆心理を読む訓練をすることが大切です。焦らずにゆっくりでいいので、毎日の訓練を積み上げていきましょう。もし、大口投資家が狙ってきそうな場所を知りたい場合は、この動画も見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。まとめ。チャートから大衆心理を読めるようになれば、トレードの精度が大きく上がります。その代わり、すぐに習得できるものではないので、まずは簡単な場所でシンプルに考えることから始めるのがポイントです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。